片付けと波動。何の関係がと思われたでしょうか。波動とは目に見えないものです。この目に見えないものがあなたやあなたの暮らす部屋に溢れているのです。物が多い家ほど捨てられない意識が強いのです。捨てられない意識、これも見えないものです。意識とは不思議なものです。見えないのに人を支配さえもしてしまう。波動にはそんなエネルギーがあるのです。私たちは思考を巡らしていろいろなことを考えています。これは顕在意識が働いているわけですが、意識全体の中の顕在意識はたった 3% くらいだと言われています。それ以外は潜在意識、無意識なわけです。部屋というのは私たちが意識する、しないに関わらず自分が選んできたものたちでできています。部屋がすぐに散らかってしまう。どうやって片付けたらいいのだろうと困惑するわけですが、自分が集めてきたものですから、何のためにそれを集めたのか知っているのはあなた自身です。その集めた目的は何でしょうか。今の自分を生きたいと思うのであれば、過去のしがらみから集めてきたものたちはいらないものなのです。それを昔の潜在意識があなたに思いとどまらせているのです。私たちはエネルギー体です。エネルギーは目に見えません。意識も見えません。ただ、この地球に生まれてきたのは何らかの使命を持っているからです。環境を整えることで必ず見えてくるものがあります。今を生きることの大切さ、楽しく生きていくことで全てうまくいくこと、その楽しく生きていく方法の一部が部屋を片付けることでもあるのです。私たちは幸せに生きるために生まれてきました。その幸せを手に取る一助としてこの本が役立つことを願っています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は愛と幸せを引き寄せる片付けの波動という本をご紹介したいと思います。皆さん、ちょっと周りを見渡してみてください。どうでしょうか。自分の家、部屋は心地よく片付いていますか？結構片付いている。今日は仕事があったからちょっと散らかってるかも。もちろんそれぞれの生活のペースがありますものね。では、これはどうでしょう。皆さん、今、健康面、金銭面でも心地よく暮らしていますか？人間関係も心地いいですか？単に部屋を整理整頓するだけでなく、こういった日々の生活、健康、お金、人間関係を心地よくし、幸せの波動で満たす片付けがあるというんです。気になりますよね。著者は片付けセラピストの藤岡聖子さん。結婚を機に大手総合商社を退社された藤岡さんは、転勤族生活で得た整理整頓スキルを活かし、お部屋片付けサービスをメインとしたコンサルティング事業を行う会社を設立。全国で数名のみの整理収納アドバイザー1級認定講師、そして整理収納アカデミアマスターとして活動されているんです。そんな彼女が自分の生活をたくさんの幸せな波動で満たし、自分だけでなく周りも幸せに変えていく片付けを紹介してくれているのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そうそう。ちょっと違う話になるのですが、僕は財布の中にちっちゃいチャームを入れて楽しんでいるんです。なので、今回の動画にもチャームを入れておきたいと思います。この金色のカエルのチャームを動画のどこかに置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。見えないエネルギー、波動。地球上に存在するものすべてに固有のエネルギー、波動があります。人間だけではなく、テーブルにも椅子にも、あなたの手元にあるスマホにも固有の波動があります。それは使えば使うほどあなたに似たものになっていきます。似たもの夫婦という言葉がありますが、
もともと持っている波動が似た人たちが夫婦になっています。また、ペットも飼い主に似てくると言われます。それは一緒に暮らすごとに同じ波動が通い合うのです。だから似てくるのです。実際に顔が似ているかどうかではありません。雰囲気や行動が似てくるのです。タイミングも合ってきます。トイレに入ろうとしたら先に入られたなどの経験はないでしょうか。お昼に食べたものが夕飯と被るということもあります。不思議なほど似てくるものです。最近、量子力学という分野が発達してきています。目に見えないものが存在するということが科学的に解明されつつあります。それを人間は第六感と言って使ってきました。人の思いが強ければ他にも移ります。ふとした仕草、目線、言葉のトーン、言っていることと心の中の不一致。なぜわかるのか。それは心から発している波動を受け止めているからです。自分の中の幸せの量を増やす。あなたは幸せを今感じていますか？幸せという感情をどのように思われているでしょうか？かつて私自身は幸せという言葉を口にすることにためらいがありました。なぜかというと、幸せの裏には不幸せがセットになっているような気がしたからです。しかし、この間違いについてリセットをする機会がありました。幸せはそのまま幸せでいい。どんな時にも幸せはあるという原理原則です。たとえ本人が不幸せだと思っている状況であっても、幸せという感情を持つことは可能なのです。その幸せの粒を小さくしていくと、限りなく人生は幸せの連続になるのです。そもそも幸せって何なのかということが疑問として上がります。幸せと幸福は違うのです。どういうことかというと、幸せは自分の内側で感じる感情のことを表します。一方、幸福は幸と福を分けます。外から福がやってくるという意味があるため、外から与えられるもの。幸は内側ですから、内と外のものを統合してバランスが取れている状態を表しています。そして、このバランスを取るためには、まずは内側である幸を自分の中で満たしていく準備が必要になります。その準備が整った時に、外からその同じ量の福が与えられるのです。では、どうすればいいのか。幸せの量を増やすことが必要になってきます。そんなにたくさんの幸せなんて思いつかないと思いますか？いえいえ、あなたの周りには幸せの種は山ほどあるのです。日常の中にある無数の幸せ。今あなたはこの本を読んでいます。読むことができるということは文字を見ることができているということですよね。つまり見えるという状態です。では誰もが見える状態でしょうか？生まれつき盲目の人もいます。朝起きたら見えなくなっている人もいます。でもあなたは今見ています。これって幸せではないですか？今朝もあなたは元気に起きることができました。今日も生きている。これって幸せじゃないですか？今日は何かご飯を食べましたか？世界中の子供たちの中には一日一食も食べることができない厳しい現状もあります。ご飯が美味しくいただけること、これも幸せではないでしょうか？幸せは自分の感情です。感情を細かく噛み砕いていくと、幸せは無数にあるのです。それを数えるか数えないかはあなた次第です。でも、たくさんの幸せがあると知っている人の方が、より幸せの量が増えます。幸せの量に合わせて福が来るのであれば、小さな幸せを積み上げた方が、たくさんの福があなたに降り注ぎます。幸せを感じているとき、あなたのエネルギー状態はいい状態になっています。常にいい波動を周りに放っている状態です。いい波動はいい波動を呼びます。同じものは引き合うからです。波動が上がれば上がるほど幸福度は上がります。幸せの連鎖、
3人先の幸せ。幸せは人に伝わります。あなたが子供に優しくすれば、子供は嬉しいと感じます。心が満ち足りた状態です。その子供はお友達にも優しくすることができます。優しくされたお友達はまた嬉しいので、周りのお友達にまた優しくすることができます。3人先の幸せです。幸せは連鎖します。イライラも連鎖します。怒りも連鎖します。どうせなら幸せの連鎖を起こしませんか？そのためにあなたが笑顔でいる必要があるのです。では、笑顔でいるためには何が必要でしょうか？私は家庭環境が大事だと思っています。その一つが整理収納です。整った部屋はすっきりとした心持ちでいられます。心が整えば少々のことで怒ったりイライラすることもなくなります。そんな家庭環境を作ってほしいのです。子供がのびのびと話せる親子関係は小さなことですが、親が笑顔でいることが何よりも大切なのです。夫婦関係ならパートナーが帰ってきた時にほっとする家、早く帰りたくなる家、そんな幸せな家庭を作れたなら、3人先の幸せはどんどん広がっていくでしょう。幸せに暮らす自分を描く。本書は片付けの本ですが、読んだ人が幸せに暮らすことができるようにと願って書いています。幸せな暮らしを手にするためには、どんな部屋にしたい、どのような暮らしをしたい、どんな家庭にしたいという青写真が必要です。今の生活のままの写真の上に理想の部屋を作るのではなくて、真っ白なキャンバスにこれからどうしたいのかを描いてほしいのです。理想の暮らし、理想の部屋、理想の家族。そこにいるあなたはどんな洋服を着て、どんなものを使い、どんな料理を作り、どんな行動をしているのでしょうか。理想の自分が描けたなら、今の自分との違いを見つけてください。そして、家族に理想ばかりを押し付けて、自分が変わらないのであれば、当然現状は変わりません。まずは自分が変わる必要があります。そして、物が捨てられないというのであれば、なぜ捨てられないのかを自分に問いかけてみましょう。それはいつからですか？本当に好きなものですか？もったいないと思いますか？何がもったいないのですか？使わないからもったいないのです。使っていたらもったいないとは思いません。では、なぜ使わないのですか？使ってあげればいいのです。次に、物の立場に立って考えてみましょう。例えば、本の立場の場合、本が積まれた状態で3年、埃だらけです。あなたは読まないのに、もったいないと思って積んだままです。本はどんな気持ちで積まれているのでしょうか？本の使命は何でしょうか？本は読まれるために生まれてきました。もし仮にブックオフの棚にあったとしたならば、一体何人の人が3年間にその本と出会うことができたでしょうか？また、3年も経っていれば図書館に行けば借りられます。あなたが所有している必要性はほとんどないのです。ただ持っているだけでは役に立たないということをあなたは分かっているはずです。人生を変えたくないですか？未来の自分を描いてみませんか？人生遅いということはありません。あなたの生涯を支える本は？あなたが輝くために必要な洋服は？どんな部屋に住んでいますか？どのような料理を食べ、どんな表情で日々を過ごしていますか？幸せに暮らす理想の自分の姿を具体的に描くことから始めてみましょう。片付けて自分が変わり、未来が変わる。あなたの未来は約束されています。あなたが変わろうとする限り、部屋の環境は変わっていきます。環境が変われば、心模様が変わります。心が変われば、頭の中の思考も変わります。どんどん加速度的に部屋が変わっていきます。部屋が変わっていくと、家族の意識が変わっていきます。あなたが努力している姿を必ず家族は見ています。そして、以前の散らかった景色を忘れます。
前からずっと綺麗だったように思い、テレビで放映されている散らかった部屋のことを他人事のように語ります。でも、それでいいのです。忘れたということは潜在意識も書き換わったのです。意識が変わるということ。これが究極の片付けの効果です。それは物だけに収まりません。掃除であったり、洗濯であったり、生活の全般に及びます。私の夫は典型的な九州男児で、家事をはじめ家のことを一切やらない人でした。しかし、私が整理収納の仕事に関わるようになって、喧嘩をしつつも自分のワイシャツは自分でアイロンかけをするようになりました。それから数年経った今では、子供のシャツから私のブラウスまでアイロンをかけてくれています。料理も教えてくれと少しずつレパートリーを広げています。掃除は自分で買ったスタンド式掃除機で取れたゴミが見えるのが嬉しいのか、ちょこちょこかけるようになりました。私の体調が悪かったこともありますが、夫の変化を面白いなと思って見ていました。これも始まりは、たかが片付けから始まったのです。今、家族の応援がないと嘆いているあなたも、あなたが変わると家族も変わっていきます。急に変わるわけではありませんが、確実に変わっていきます。環境が整えば自分の中身が変わっていくのです。物の見方も変わります。家族も変わります。生まれ育った環境が、毎日過ごす家が、日々体の芯に、魂にインストールされていくのです。綺麗なところは綺麗に保ちたい。汚れているところは汚しても気にならない。これが人間の心理です。あなたはこの本を読んで人間の心理を知ります。片付けるとどんなことが起きるのか、片付けないとどうなっていくのかも理解していくでしょう。片付けた方が人間関係もお金についてもいいことがどんどん起きてくることがお分かりいただけるようになります。そして何よりも心が穏やかになります。そんな穏やかな時間をこれからずっと持ち続けたいと思いませんか？あなたの未来は約束されています。あなたが変わろうとする限り。片付けと波動の関係性の雰囲気をご紹介しましたが、いかがでしたか？人や物は波動というエネルギーを伝えている。だから自分の生活をたくさんの幸せな波動で満たすことで、自分だけでなく周りも幸せに変えていく。やっぱり部屋を整理して自分の思い描く理想に近づくと、なんとなく気分も上がりますし、部屋がきれいに掃除してあれば心地よくなるのは実体験としてわかります。そんなキラキラとした気持ちが毎日持てる家、部屋であれば生活の中のあらゆる要素を前向きに捉えていける気がします。同様に部屋だけでなく、健康や仕事、お金、人間関係などもきちんと整理して片付けていくと、どんどんプラスのスパイラルに入っていくんだろうなって思います。また、ただ物理的に整理される以上の価値があるんだって思うと、片付けるモチベーションにもなりますよね。積極的に片付けをしたくなっちゃいます。本動画では、本書冒頭の片付けと波動の関連性部分のほんの一部しかご紹介していないのですが、本書は具体的な片付け方法がたっぷり紹介されていて、もちろんそちらの方がメインになっています。金運を上げるトイレで唱える言葉、片付け気分をコントロールする香り、未来の自分の部屋を見に行くワークなど、具体的で興味深い内容が満載です。しかも、本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に入っていると無料で読むことができるんです。こういう新しい視点の本って実際に買って読むのに勇気がいる時もあるのですが、Kindle Unlimited であれば気軽にささっと読めるのもいいですよね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。あ、そうそう。冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。